ゼレンスキーさんの運勢で言うと、多分去年末くらいで一応一区切り、ついてるんですよ。で、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今月も続けさせていただいております。占いと時事のお時間です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国内、国外、様々なね、ニュースについて、ですね、占いで、見ていくということでやっておりますけれども、なんとか続けられております。だけど、ね、結構考えさせられる部分があって、TikTok とかでも流してるって言ったじゃないですか。切り抜いてね。で、なんだろうな。こっちは500再生なのにこっち15万なんだとかなんかね。そうですね。そう。なんかね、別にそっちを流したいわけじゃないんだけどな、みたいなね。やっぱりどうしても世の中の人たちのね、考えさせられるっていう感じですね。そんなありますけれども、今週もとりあえず、続けていければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日5月13日火曜日収録でございまして、5月15日木曜日にアップする予定となっております。もしかしたら金曜日かもしれません。はい。ということで、早速いきたいと思いますが、言ってこの1週間、ね、と言いますか、先週の収録が終わった直後に発表されました。はい。嵐、2026年で活動終了と。そう。ちょうど収録して、1時間くらいご飯食べた後とかあったよね。ほんとそんぐらいですね。なので、ってなったんだよね。取り上げ。もういいか、みたいな。さすがにと思って。はい。翌日のね、ライブ配信でジャズ先生とね、いろいろお話はしたんですけれども、来年をもって、活動終了、ファイナルツアーをね、やった上での、終了ということで、ね、ここで今、活動休止してた、大野聡さんがね、復帰されるということもあって、最後の姿が見れてよかったな、みたいな、ちょっと寂しいけど、みたいな、そういう感じのね、反応も結構あるような状態でございました。そんな嵐の皆さんの、運勢といいますか、今後、やっぱ気になる方多いとは思うんですけど、はい。チャズ先生とのね、間での、ライブ配信でのやつもよかったら見てもらえたらと思うんですけども、はい。水森先生、いかがですかね、これね。確かに続けらんねえよな、みたいな。嵐さんの結成年月日、ほら、ハワイでね、あるから、そこからこう、チャートを出して、地中水明とか、見たけど、全盛期がね、2007年ぐらいから17年ぐらいなんですよ。7年から17年。でも確かにちょうどゴールデンタイムでなんか番組が始まったりとかっていうので、もちろんね、デビュー当時からめちゃめちゃ注目されて、24時間テレビパーソナリティとか、いろいろやってらっしゃいましたけど、確かにその辺からやっぱりこう、ガッとこう、一気にさらにご活躍されたイメージはあるかもですね。で、確かに来年とかだったら、嵐っていうグループ全体で言ったら良くなる感じだから、いいんじゃないかなとは思いますけどね。ある意味では優秀の美というか、きちんと終われるというか。そうなんです。なるほどね。やっぱりね、こう続けてほしいっていう方もいらっしゃるでしょうけども、なかなかね、グループっていうものもいろんなね。あるからね、一人一人のね、運勢も見たんですよ。個々人の。そう。だからそれで結構変わってくるというか、みんなさ、その全盛期が被るとも限んないんですよ。そう。で、嵐さんとかだと、結構、多分見てると思うんだよね。占い師さんとかがちゃんと見てるっていう話、ね、配信でもあったじゃないですか。ありましたね。だからそれもあるけど、例えば、大野さんだと、ジュニア時代とか20代前半くらいまでは大運っていうところがね、ずっと良かったりしたんだけれども、なんかね、スポット的にこの年はいいけど、みたいな感じ。なるほどね。で、いい時と悪い時とっていうのが結構あるような中で、ずっと頑張ってきたっていう感じに見えるから、大変だったんじゃないかなとは思います。結構繊細なところもね、ありそうですし。アート活動とかもされてらっしゃいますから、やっぱりちょっとご自身の中思うところはね、きっといろいろあったのかなとは思いますね。だから、そうですね。特に、大野さんとかは、20、21、22、23と、どっちかっていうと、やっぱり、なんか、
なんて言ったらいいの？あんまり表に出るのって嫌な時期だったんじゃないかなとは思いますね。実際のその、ご活躍どうこうじゃなくって、ご本人の中でちょっと、っていうようなところがあったんじゃないかと。あったんじゃないかな。で、4年とかも結構繊細になりやすいようなタイミングだったんで、やれるとしたら、このタイミングなのかなっていう感じはしますよね。なるほどね。やっぱりちょっとね、リーダーっていうことでね、やっぱり重責というか、ちょっとなんか、頑張らなきゃって思ってらっしゃったところもあるのかもしれないですね。あったかもしれないですよね。で、他のメンバーも見ていきましょうか、どうせだったらね。これせっかくですから、やっぱり嵐の他のメンバーはね、ずっとテレビとかね、映画、ドラマ等々ご活躍されてらっしゃるっていう印象がね、結構ありますけども。ありますね。確かに。ね。相葉さん、相葉くんもね、このね、くんって言うべきか、さんって言うべきかっていうのがね。ジャニーズさん難しいよね、ほんとね。どっちだってなっちゃいますね。相葉さんにしときましょうか。さんにしときましょうか。相葉さんはどうだろうな。相葉さんどうですかね。相葉さんも、そんなに、やっぱジュニア時代とかの方が良さそうな感じに見えるんだよな。なるほど。相葉さんだったら、逆に、今って結構いいのかもなっていう感じには見えますけどね。なるほど、なるほど。この10年くらいは結構良かったのかなっていう感じには見えますね。なるほどね。バラエティでもご活躍ですし、ラジオ番組なんかも結構レギュラーがずっと続いてらっしゃったりとかもね、ありますもんね。なるほどね。で、そうですね。で、この方もどちらかというと、けどテレビの仕事とかやっていくのかなっていう感じですね。大変そうではありますけどね。頑張っていくっていうか、努力家なんだろうなとは思いますね。なるほどね。あとは誰だじゃない。ちょっと待ってね。一応ダッシュはしたからちょっと。あとは。桜井さんか。桜井さん。同学年。そうか、同学年だ。同学年なんですよ。そう。同世代なんですよね。そうですね。そうか。桜井さんけどずっと吉居半々だな。吉居半々。なんかニュースキャスターとかもやってらっしゃったりとかしてね、なかなかやっぱりこれもまたご活躍っていう感じですけど。ずっとなんていうのかな、プライベートのところが弱いんですよ。なるほど。だから結婚したりとか、恋人とかそういうのは大変そうな人だなっていうので、吉居半々って言いました。なるほどね。仕事ではご活躍。仕事はすごいいいですよ、ずっと。してて、だけどちょっとやっぱりそういうプライベートの部分で。50代半ばまでずっと仕事いいんじゃない？なるほど。なるほどね。確かにでもそういうご活躍はされそうですね。なるほどね。だから、ずっと、なんか芸能人っぽい人ですよ。ずっと出てそうだなっていう感じ。なんか芸能人っぽい人って言われて分かるなって気がしますね。なるほどね。そう、ずっと出ちゃう人。相葉さんもなんかお勤めみたいな芸能人とかに多いような感じでしたね。なるほどね。なんとなくね。で、大野さんはなんか無理してんじゃないかなっていうような。しっかりはしてんだけどね。で、あとあれですね、二宮さんと。二宮さん役者っていう感じですよ。でも、そうですね、本当映画にしてもドラマにしても、確か舞台もそうですよね、やってらっしゃったりとか。けど、ずっとそれでいいっていう状態が、20代、30代と名誉を得られるような感じなんですね。でそれ終わってって、よりストイックになってっちゃうような感じに出てるんですよ。ストイック。でも、確かになんかお芝居に対する姿勢とかね、そういうスタンスなんかも、すごいやっぱりこう、一本貫くぞっていう感じありますよね。特に最近が節目だから、みんなちゃんとね、大運の変わり目というかね、節目ですよ、今回。じゃあ本当にもうそれぞれの人生が切り替わるタイミングっていうこともあって、嵐っていうグループにもちょっと一区切りっていう。だから、ね、こういう人はなんか、やばい役とかね、やったらいいような気はしますけどね、どんどん。だから今までも来られてるけど、そういう、なんていうのかな、危ない役とかどんどんやってったらいいんだろうなと。だから自分の運勢で、例えば、トラブルが生じるとか大変な目に遭うとかっていうことが、例えば出てたとしても役者さんとかって演技とかで消費できるような気がするんですよね。なるほどね。だから、なんかまた感動みたいなね作ってほしいなっていうふうに思いますけどね。なるほどね。もしかしたらあれですね、たけし映画とか。
なんかそうですね。だから、主人公がひどい目に遭うようなものとか、どんどんやってほしいなっていうふうには思いますけどね。いや、いいお芝居見せてくれる気がしますね。役者だったらね、役でなんかこう、運を消費したらいいと思うんで。なんか僕もなんか身に染みるな、なんか。なるほどね。松潤さん、どうですか？松潤さんは、松潤さんは普通の成功者みたいな配置だな。普通の成功者はちょっと、どう言ったらいいんだろうな。普通に勝つ人のパターンですよね。普通に勝つ。起業家とかでもいるし、役者さんでもいるし、なんか、まあ、オーソドックスな、売れそうな人。いや、でもオーソドックスでも売れるってすごいですよ、十分。だけど、逆にこの嵐の解散で、プライベートにある程度焦点向くのかなっていう感じはしますけどね。はあ、なるほど。プライベートの方に。だけど、やっぱり、この人お金持ちになるんだね。今でさえ成功してると思うんですけど。50代とか60代とかいいっすよ。さらに、すごいな。羨ましいな。そうですね、羨ましいですね、確かにね。なるほどね。多分ね、22、3までが大変だったみたいですよ。結構まあだから嵐が売れ出すまでは、ちょっと本人は大変だったんじゃないかなっていうふうには見えますけどね。なるほどね。そこからはずっと良くて、まあこの嵐解散してからをどう過ごすかっていうのが人生の中でも大事で、その後はもうお金持ちですよ。なるほどね。本当にもう皆さんの人生が切り替わるようなタイミングですね。だから、なるほどなっていう、占い師ついてるかもね、本当にね。なるほどね。そんな風には思いました。皆さんね、本当に、本当に一区切りからのね、それぞれ前向きなね、だから世の中いろいろ変化の時だから、ちゃんとね、ツアーとかできたらいいなっていうふうに思いますね。みんなのね、思い出になれば一番じゃないですか。ですね。ぜひともね、ファイナルツアー無事にね、終わってという形がね、できればなと思いますね。はい。じゃあ続いていきましょうか。続いてはですね、吉沢亮さん。2025年後期朝ドラの、バケバケ。に出演決定ということでございまして、吉沢亮さんね、俳優として大変ご活躍されていらっしゃるんですけども、今年のちょっと1月にですね、自宅のマンションで、酔っ払って、隣の部屋に入っちゃって、女の人から通報されちゃったっていうので、大変ちょっとあんまりよろしくない方の意味でね、ちょっと話題になっちゃったんですけど、ただそれに関してはね、きちんと謝罪をされて、で、示談もしっかりとしてというところで、大変なんでしょうね、きちんと謝罪しているその姿が、非常に逆にちょっと良かったんじゃないかというところもあって、その騒動はちょっと、スッとこう落ち着いて、ついに朝ドラのこの出演決定のいうところまで、きちんとね、流れがちゃんと取り戻したのかなというような感じではございます。はい。こんな吉沢亮さんでございますけれども、運勢的にはいかがなもんでございますでしょうか？運勢は若い時からずっといいっていう感じですよ。なるほど。特に、20代の後半からずっといいから、別にそんなん知っとるわみたいな話だよね。ライダー俳優としても活躍されてましたからね。そうだね。キングダムのエースとかやってた子だよね。そうですね。ですね。で、まだ良くて、今年までが結構運勢いいんですよ。今年までが運勢がいい。で、どちらかというと技術を磨いたりとか、自分磨きとか、なんていうのかな。ある意味修行みたいな感じの5年間に来年から入ってくるんですよ。だから、これもう集大成じゃないけど、一区切りっていう感じになるのかなっていう気がします。その後また20年くらいずーっと多分役者として、すごいことになるんじゃないかな。なるほどね。30代入って、やっぱちょっとここで一回何かね、自分の一区切りっていう節目ですね、これね。なるほどね。きちっと節目。そういう意味で言ったら節目でね、朝ドラのね、出演してっていうのはなかなかね、いい形かなと思いますね。そうだね。で、だから今年までが若い時の、なんていうのかな、売れる時期っていう感じなんですよ。なるほどね。で、中年期以降の売れる時期っていうのが多分、あと5年後くらいからあるので、オーソドックスに言ったら、わかんない、刑事物やるとか。ありますね。だけど、なんかいい役者としてずっとやっていくんじゃないかなっていう。なるほどね。そんな風に見えますね。センスとか、アートの才能とかもあるのか。だからこれから結構ね、40代以降僕楽しみだなと。で、今回節目かなっていうふうに思います。
思いましたね。なるほど。まあまあ本当にね、朝ドラまずは楽しみというところではございますし、その後のご活躍もね、ちょっと楽しみではございますね。はい。続いて、行きましょうか。続いては海外のニュースでございますけれども、ずっとね、話題に出しておりますけれども、教皇選挙、コンクラベ。コンクラベ。ね、コンクラベが無事に終わりまして、新ローマ教皇にレオ14世、アメリカ人の方が就任されたということで、ですね、初の就任でですね、その後のですね、スピーチの中で戦争を拒絶しようというね、メッセージも大変話題になりました。はい。大変やはり大きな出来事ということで、世界中からね、注目が集まっていたわけでございますけれども、このレオ14世、就任ということになりましたけども、この方、どんなもんかなという感じなんですけども。一応、出してみました。はい。どんなもんだっていうのは、何を言ったらいいんかな。ローマ教皇ね、いよいよ決まったというところで、やっぱり世界にどんな影響が来るんだろうみたいな、やっぱ気になってる人いると思うんですよね。そこちょっと教えていただけたらな、みたいな感じですけど。占いで、そうね、キリスト教の誕生日ってどこだろうなっていう話でもう古代になってくるから分かんないじゃないですか。さすがに日付までは残ってないですよね。カトリックとかで出せるかもしれないけど、とりあえずこの個人ね、この方個人の、生年月日は、出ているから、それで言ったら、この70代というか、大運で言ったらね、人生の節目とか、なんかね、今までやってきたこと、カルマとかって言っていいんかね。だから宗教ごちゃ混ぜになるじゃん、これ。確かに。そうですね、これ、何教なんだみたいな話になっちゃいますけど、確かに。怒られそうな話ですけど、何かこう、生産じゃないけど、大きいね、なんていうのかな、前世から来るような、なんかね、けじめをつけるというか、一つの、区切りみたいな、対応の最中なんですよ。で、本人自体はプレッシャー相当きついだろうなっていうふうには見えますと。言ったってローマ教皇ですからね、そりゃね。来年から、どちらかというと名誉が高まっていくような星になっていくんです。今年の後半くらいからかな。だから、だから名誉職じゃないですか。そういう意味じゃ多分いいし、結構、有名な教皇みたいになっていきそうな人だなっていうふうには思いますと。なるほど。逆に言えば、今それだけの立場に立たれてる方が、そういう、ある意味では運が良くなっていくというか、いい活躍をされるっていうのは、もしかしたら世界には、プラスなのかななんていうふうに僕は期待したいなって思っちゃうんですけどね。宗教家っぽい配置なんですよね、珍しく。珍しくって言っちゃダメかな。みんな宗教家っぽいんだけど、僕の中で、なんていうのかな、本当に哲学してる人と、陰謀とか、なんか作謀みたいな宗教っぽい人って別なんですよ。なんかすごいこと言ってらっしゃる。だから宗教やってる人だなっていう感じには思うけどね。なるほどね。きちんと宗教されてらっしゃるっていうような。で、名誉を得られるサイクルでしばらく続くから、この人の運勢で言ったら結構しばらくずっといいですよ。なるほどね。本当に戦争を拒絶しようっていうね、そのメッセージの通り、何か、やっぱり今回のね、この就任されたのが、世界に良い影響がね、本当に広まるような形になると。最初の数ヶ月は多分、バタバタ大変なんだろうなとは思いますけど、結構、教皇としてのリーダーシップってなんだろうね。けど、名誉職としてきっちりやっていくんじゃないですかね。なるほどね。今後のね、ご活動にもちょっと注視していきたいところでございますね。はい。ね、戦争拒絶しようなんて話してましたけども、そういえばちょっとお話、先週かな先々週ぐらいからずっとお話してました、インド、パキスタン。よかったね。一旦止まったんだっけ？止まったんだよね。一旦止まりました。即時完全停止という停戦ということで、合意と。2つとも核持ってるじゃん。そうなんですよ。気をつけてってこと。気をつけては本当に。そうね。本当にそうですね。いろんな国の思惑があるから、どうなるんだろうね。だから結局さ、なかなかね。別な国の何かとかが、の問題に巻き込まれようとしてたと思うから、とにかく逃げてって
なるほどね。まあ、トランプ大統領がね、アメリカの介入もあってみたいな発表もあったりとかっていうのもありましたけども、まあなんかこう、ね、こう、落ち着いていただくっていうのはね、いいことですかね。ね。はい。戦争したい人たちとね、したくない人たちがいるからね。いやね、ほんとね。まあそんな中ですね、やはりまあ引き続き心配なのが、まあ、ロシア、ウクライナなんですけども、ゼレンスキー大統領が、ロシアとの交渉にですね、まあ自ら赴く意向を発表したということで、これも注目を集めて、おります。で、トルコで、開催されるんじゃないかというところで、まあ、またね、これもちょっともしかしたら、この配信が行われる時には情勢変わってるかもしれないんですけども、一応そういったお話が出てるというところでございますので、これね、ゼレンスキー大統領が果たして、これ、どういうふうな形で、対談になるのかというところなんで、これゼレンスキーさんってどうなんですかね、その運勢というか、ね、流れ的な部分というか。ゼレンスキーさんの運勢で言うと、多分去年末くらいで一応一区切り、ついてるんですよ。で、今年かな？今年から4年間がいいんです。今年から4年間。2025年からじゃあ9年くらいまで？4年間 ?5、6、ごめん、3年だけいい。3年だけ。今年から3年くらいは、なんとかなりそうな時期なんですよ。で、プーチンさんはもう、良くなっちゃってるから。良くなっちゃってる。結構前から、いいですよ。もう2024年あたりからいいんじゃないかな。良くなってしまっているので。なかなか。だから、まあ、落としどころをお互い見つけるにはいいし、ゼレンスキーさんは間違った判断を来年とかだったらしてしまうし、6月、7月だったら、まあ、空母機だからあんまりまとまんない方がいいような気はするんだよね。だからさっさと今、決着つけちゃうか、夏あたりに決着をつければ、いい着地になるんじゃないかなとは思うけどね。なるほどね。タイミング的には、ちょっと一番温当というか、いい形で。なるんじゃないかな。だから5月20日くらいから6月5日で済ませちゃうか、8月の、7日あたりからの4ヶ月で、プーチンもいいしね、その時期は。なるほどね。だからそこら辺で、まあいい着地が見つかればいいなとは思いますけどね。なるほどね。やっぱりね、ずっと長引いてますからね、ここでちょっと本当に決着というか。だからその前だと、ウクライナにとって不利な、形になっちゃうような気はするけどね。はあ、なるほど。だから今つけちゃえば大丈夫だし、まあちょっと伸びちゃったり、8月くらいまで伸ばせればっていう感じもするけど、その間に人死ぬからね。まあそうですよね。即時停戦が一番いいとは思うんだけど、どうなるかっていう感じですね。なるほどね。ただまあ去年までよりは。なるほど。一番、まあ、いい形で落ち着けられるような運勢ではないかと。ぜひ落ち着けてほしいですね。本当ね。まあ、当然ね、この、まあ、ロシア、ウクライナの話になりますと、アメリカですとか、中国ですとかもちょっとね、動きが気になるんですけども、まあ、それでね、それで言うと、米中貿易、関税が、えらいことになってましたけど。落ち着きそうなんでしょ？そうですね。追加関税を90日間、115% 引き下げにして、トランプ大統領も習近平国家主席と会談をする意向だというふうな話も出てるので、これもディールっていうのをやるんですかね。ですかね。やっぱり、ね、やっぱりトランプ大統領といえばという感じですけど。だからトランプさんって多分ね、秋ぐらいまではギリギリ運勢いいんですよ。はいはいはい。で、習近平さんも、割となんていうのかな、二人ともね、なんかね、誕生日近いんだよね。6月の中旬ぐらいに生まれてて、双子座みたいなので言ったらさ、大体同じ位置なんですよ。で、習さんの運勢で言ったらば、そうね。まだやっぱり今、この5月くらいまでにやっぱ決めたいところなんじゃないかなとは思うけどね。5月とか6月の頭、伸びても7月くらいには、それもさっきのさ、ゼレさんとプーさんじゃないけど、お互いのやっぱり運が乗ってる時の方がいい着地になるよね。だからまあ、
着地を狙うタイミングとしては今いいんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。いい着地になればいいですけどね、それもね。いやー、でもなかなか大変そうですね。そういう意味で言ったらね、トランプさんもそうですし、トランプさん、習近平さん、ゼレンスキーさんも大変ですね、本当にね。そういう意味で言ったらね、なかなかちょっと落ち着いてほしいなというところでございますけども、そんな中での、日本国内はなかなかね、石破さん、ね、元側近が、闇献金について告白してたんですけども、その方がなんと実名で記者会見を開かれたということでございまして、やっぱり嘘ついてるからちゃんと言ってくれというような、お話もあったと。文春法だっけ？いわゆる文春法ですかね。になるんだなと思うんですけども、これも、ね、石破さんの運勢ってね、この配信と言いますか、この動画でもね。全然良くないよ。ね、ずっと言ってますけど、全然良くないですよね。全然良くない。はっきり言っちゃった。はっきり言っちゃった。全然良くないです。だから、やっぱり運の、その良くないところがやっぱりこれにも出てる感じですかね。そういう意味で言ったら。今年そもそも良くないし、良くない時期に総理大臣やってて珍しいねみたいな話をしてて、貧乏くじ引かされてるんじゃないかと。それでもまだなんとかできるのが、夏くらいまで、7月の20日くらいまでは、運勢ギリギリ持ってるって感じなんですよ。その辺で、だって参院選挙でしょ？そうですね。そっから先全然運良くないから、そこまでなんだろうなっていう気はしちゃうけどね。どっちにしろ。ね、そういうお話ありますけど、ってことはやっぱり首相交代とか。だから、運の悪いまま選挙に行くのか、みたいな。ちょっと石破さんみたいな喋り方したくなっちゃったんだけど、それがいいことなのか、みたいなね。ねばならないみたいなね。ね、そうですね。なんだろうね、石破さんの。石破さんにとっては、今は全然、そんなには良くないんじゃないかなとは思いますけどね。なるほどね。そんなには良くない中で、まだ、交渉できるのかなっていう感じ。夏まで持てばっていう感じですよね。無理にしなくても、来月あたりに、だから来月まで行くと、だからスキャンダルが結構大きくなっちゃいそうな気がするんですよ。それは石破さんのっていうことで。だから、どうすんだろうねっていう感じですね。だからもう石破おろしみたいなことなんでしょ？なるほどね。その全体の流れとしてそういうのが、大きくなってるんじゃないかと。某週刊誌から出てるわけだから、アメリカの意思とかもあるわけじゃないですか。僕それはもう何とも言えないですけど、そんな話はわかんないですけど、そうなんですか？だから、そろそろ変わっとけみたいな話なのかなって思って見てますけどね。いやー、怖いこと言いますね。そうだってほらね。こういう話は別にバンされないんじゃない？されないとは思いますけどね、それはね。でも日本のね、その首相の話がね、やっぱりその、アメリカの意向がどうこうっていう話はやっぱりちょっとみんな。あるんじゃないんですか？それは、そうね。ないとはね、いけないですよね。実際そのトランプ大統領とのね、その関税の交渉とかもね、ありますから、ご本人の運勢悪いところでありますけれども、ちょっとね、いい形というか。だから、この5月のね、多分ね、下旬あたりから正念場になってくるかな、彼にとっては。だから、ギリギリまで引っ張って、負けて変わるのか、もうこの辺ですってこう引く引き際っつったらね、僕だったらここで引くかもしれない。なるほどね。石破さんね。ちょっといいね、あんまりね、こう、やっぱり就任してからね、どうしてもドタバタいろいろね、大変だったわけですから。多分ね、外務大臣と、財務大臣やってないからだと思うよ。だから、お金の流れとか、外交のなんていうのかな。知らなかったんじゃない？機微というか、いや、だから、上司がいること。だから誰か教えてあげたらよかったのにね、とは思うけどね。大変そうだよね、だからね。教えてもらえなかったんですかね。わかんない。なんとなくは知ってたけど、本当にここまでかってなってんじゃないの？そう考えると、なんか、大変そうですね、やっぱりね。大変だと思うよ。だから、同情はしてますけど。
まあまあ、ね、ちょっとどうなるのかというところもね、注目ではございます。はい。はい。ということで、ございまして、今週の、時事としてはこんなもんでございます。そうね、だから、ちゃんと出てたね、予言の動画で、一応ゴールデンウィーク。あ、そうですね。ゴールデンウィークに、スキャンダルじゃないけど、あんな知らない時に撮ってたよね、ケイちゃんとか、メイちゃんとかね。当然わかんない。ケイちゃん。まあまあまあ。ケイ君か。ケイ君ですかね。まあまあ、ケイ君。ケイ君もおかしいか、田中圭さんとか、長野メイさんとか、ね。のやつも知らない時だったよね。そうですね。そう。わかんないスキャンダルが出て、で、政治系がこの10日から3日くらいだから今だもんね。ちょうど今ですね。ちょうど今だよね。ちゃんと出てるかなと。だからまあ、この動画上がる頃どうかなとは思うんだけど、まあ、だんだん変わっていくから、5月のその社会の変化みたいなものを見て、あと AI もね、口酸っぱく言ってるけど、ちゃんと追ってっていう感じで。よかったらメンバーシップでもうちょっと突っ込んだこと、AI の話とか、時代の話とかしてるので、まあそちらもチェックしてもらって、っていう感じですかね。ぜひ見ていただければと思いますので、この時事動画の方もね、まあおかげさまでいいねはたくさんつけていただいたりとか、コメントもたくさんついたりというところで。あと切り抜きが他の媒体でなぜかバズってますね。そうですね。そうですね。芸能ネタが特にね、バズったりとかしてますから、まあ続けていきたいとは思ってるんですけども、やっぱりこのメイン動画がね、もっとできれば、もう僕は。そうですね。コメントよかったらください。あとこういうの見たいですって、よかったら書いてください。お願いします。お願いします。本当にね。はい。目指せ1万、10万。まあ、ショートでは10万いきましたけど、このメインの動画がね、いかないとね。持っておりますので、どうぞ今後もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いいたしましょう。はい。じゃあまたね。